これ何のためにあんの？よく分かってないんですが。はい、皆さん、こんにちは。車の大辞典書家、シノピーです。今回は、ホイールブラシですね。ながら洗車さんのインショットソフトと、あと、リトルソフト。この2つ手に入れたので、僕が持っているイージーディティールブラシと、あと、こちらリトルの方ですね。ちっちゃい方。あと、インショットの旧タイプ。こちらを比較していこうかなと思います。旧タイプは使ったことがあって、過去に動画にしたことがあります。で、その時の印象でいくと、毛が硬い。イージーディティールブラシに比べてかなり毛が硬くて、かなりごわつく。イメージでいくと、デッキブラシっていうぐらいちょっと硬いですね。こう擦るとちょっと痛いなっていう、そこがね嫌だなと思っていたんですが、このソフトというタイプが出ました。でこれがかなり柔らかくなっております。インショットと比べると触った感じもかなり柔らかいです。で触った感じでいくと中間ぐらいなんだよね。でイージーディティールブラシかなり柔らかいんですが、ちょっとね柔らかすぎて毛が寝ちゃって意外にね洗えてないこととかもあったりするので、そこも含めてちょっとレビューしていければいいかなと思っています。でちなみにねリトルはかなりゴリゴリ硬いです。毛が短いのもあってかなり硬い。毛質でいうとインショットの毛が短い版っていうぐらい毛の長いたわしぐらい硬いなとは思います。触った感じはね。とりあえずこれらを使ってちょっとホイールの方を洗っていきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。で今回はこのホイールをね洗っていこうかなと思います。早速やっていっちゃいますか。準備したものはカーシャンプーとあとブラシですね。こちら用意したので、ガシガシ洗いながら、どんな違いがあるのか見ていけたらいいかなと思います。でホイールブラシなんですが、僕が使う、用途っていうのかな、もちろんホイールなんですが、特に奥側ですね。ホイールの奥側をガシガシ洗っていくのに使っております。なので表面はまた違うもので洗ったりします。で個人的に、そのホイールブラシどれがいいですかって言われること結構あるんですよ。おすすめのホイールブラシありますかけど、僕が過去にいろいろ使ってきた結果、ホイールに合わせてホイールブラシは選んだ方がいいと思っています。開口部がね大きいものだったり狭いものとか、スポークでかなり隙間がないものとか、それによってかなり洗った効果っていうのかなが変わってくるので、一概にこれがいいですとは言いにくい部分ではあるんですが、そこら辺もちょっと説明しつつ洗っていけたらいいかなと思っております。そしたら実際に洗っていきます。さっきも言いましたが、奥がどれだけ洗えてるかっていうのが結構重要なので、5箇所この開口部があるので、3箇所最初に大きいホイールブラシを使って、例えば10回とか決めた数こすってみて、どんな違いがあるのかっていうのを見ていこうかな。まずはこの3つですね。インショットとインショットソフト、あとイージーディティールブラシ、この大きいブラシをまず試していきます。ちなみに大きさはほぼ変わりません。この幅とかもねほぼ同じで、毛の柔らかさが違います。触った感じだと下から硬いですね。硬い、中間、柔らかいで、ソフトの方はどちらかというとこのイージーディティールブラシよりけど、ちょっとねイージーディティールブラシに比べるとコシがある感じで、イージーディティールブラシの方はコシがなくってかなり柔らかいんですよ。だからちょっとね洗う力、洗浄力っていうのは結構ね低い。その代わり優しいので、インショットソフトは結構期待しております。そしたら行きましょう。じゃあ表面上の汚れをまず落としていきます。結構ねたかが知れてるんですが、これをやるとやらないとではね、落とせる汚れはこう流すだけで落とす。あと走ったばっかりとかだとホイールとかね、このブレーキ周り結構熱を持っていたりするので、冷ますという意味でしっかり水を流してあげるっていうのも重要ですね。じゃないとシャンプーとかはね結構ね早く乾いちゃったりするんですよ。で洗い流しが間に合わずシミになっちゃったとか、そういうところにも影響してくるので、しっかり水をかけます。そしたら洗っていきます。通常のインショットからいきますか。この穴いきましょう。跳ね返りとかは見たいですね。跳ね返ります。汚れが落ちているのが分かると思います。今何回ぐらいやったっけ？ 10 回ぐらい。今20回やりました。30回で、この辺の汚れに関してはホイールブラシで僕は洗う気はそもそもないです。この辺はねもう他のツールを使っちゃいます。そしたらインショットソフトいきます。
10回、かなり柔らかいですね。20回。30回。インショットと比べてかなり優しい感じがあります。続いてイージーディテールブラシ。12回いっちゃいましたね。でこれ柔らかいんだけど今ちょっとガシガシ音が鳴ってます。その理由はここにホイールのバランスの重りがついております。その分ちょっと上がっているのでディスクのところに当たってねガシガシなっております。はい、そしたら今洗ったんですが奥側の汚れを見ていきます。まずインショットですね。奥側汚れ落ちています。で手前側ブラシが当たってないところは汚れが落ちておりません。これはまあブラシが当たってないから仕方ないですが、まあしっかり汚れは落ちております。では続いてインショットソフトのところですね。ここもしっかり汚れ落ちています。奥の方まで汚れ落ちてますね。問題ないんじゃないかな。だからまあ柔らかくなってもそれなりに汚れは落ちております。でまあ汚れにも種類があるので、まあ、固着した汚れだとしたらまた話が変わってくるんですが、まあ、しっかりその汚れにアタックできるか触れるかどうかっていうのが結構重要になってくるので、しっかり触れてると。では続いてイージーディティールブラシのところですね。この重りの奥側はちょっと汚れ落ちておりませんが、その奥はしっかり綺麗になっています。なのでこう見ると毛の硬さで汚れがどうのこうのっていうよりかは触れるかどうかの方が重要になってくるのかなって今のところ思っています。逆にここの重りのところの汚れこれが取れるかどうかがインショット固めのブラシでやってみようと思います。結構音がガリガリ言いますね。落ちてないですね。なのでここは普通に固めのブラシでも落ちないような汚れっていう感じの認識です。だからまあこうなると硬くても柔らかくても一緒だよねっていう感じね。そしたらちょっと跳ね返りねあんまよく見てなかったので跳ね返りにフォーカスして洗ってみようと思います。これいきますね。まずインショット。まあ飛ぶことは飛びますね。続いてインショットソフト。これも飛ぶけどやっぱ腰がない分バシャバシャっていう跳ね返りはない。インショットに比べたら跳ね返りは弱いかな。もちろんこれもねホイールのねこの隙間によってもかなり変わってくるんですよね。でイージーディティールブラシはインショットソフトと同じような感じかな。腰がない分バチバチっていう跳ね返りはこのホイールだとあんまないかな。でインショットソフトもこれちょっと曲げることができます。なのでこの裏側洗うことができます。汚れ出てきた。でこれはソフトじゃないインショットも同じでイージーディティールブラシも同じ。裏側は洗えます。こんな感じですね。こっち側ちょっとキャリパーがあるので狭いんですが洗ってみようと思います。ちょっとリトルの方行きますか。リトルの方がやっぱ結構ガシガシ系ですね。なんかこのスポークのところに当たった時に跳ね返りがちょっと強め。逆にイージーディティールの方がやっぱ跳ね返りは少ないね。こっちの方が優しそうで、今キャリパーから1センチぐらいのところを洗えてます。これインショットのリトルも同じぐらいまでいけたんですが、インショットソフトだとどうなのか。結構いけるな。この芯の太さが同じなんですよ。なので同じぐらいの位置までいきます。でプラスこの毛が長い分洗える領域っていうのは広いね。大きいブラシの方が。イージーディティールもまあ同じですね。だからリトルを買う必要性っていうのがあんまないのかなっていう感じがします。で表面を洗う時どうするんですかっていう話なんですが、僕はちっちゃめのスポンジで洗います。これはね倍ぐらいの大きさだったんですがカットしてあります。でこう洗っていく感じですね。結構ね食器を洗うようなスポンジそういうのでもいいと思います。この方が手返しがいいのでパッパパッパ洗っていける。結局ねこういうちっちゃいスポンジの方が洗いやすい。別にこのスポンジがいいっていうわけでもないですね。これはちょっとたまたまあったやつを使ってるんですが、ちょっと滑るねこのスポンジ表面とかもね。ブラシじゃね結構洗えないんですよこの表面が。
でナットのところはこういうブラシを使って洗うんですが、これもね洗えるっちゃ洗えるんですが、洗い残しがたまにあるので注意が必要ですね。こんな感じですね。綺麗になりましたと。この奥の方ちょっと洗い残しがあるのでこう洗っていきます。インショットソフトでいってみようかな。やっぱ長い方がね奥まで洗えるのでかなり便利です。リトルだと奥の方ね意外に届いてなかったりするんですよ。洗い流します。どう？落ちてない。落ちてるけど落ちてない。落ちきってない。逆に固めのやついってみますか。毛が硬いからね、こう奥入れる時にかなり抵抗がいる。入りきんない時はたまにある。だからホイールによっては隙間がないとインショットきついかも。もしかしたら洗い流します。落ちないね。っていうことは、普通に汚れ自体が頑固なだけであってブラシのせいではないといった感じですね。そう考えるとやっぱ硬くても柔らかくてもそんな大きな差はないのかもしれない。だったら柔らかい方がいいよねみたいな考え方も一つかなと思ってます。はい、そしたら続いてこのホイールを洗っていこうと思います。で、特徴としてはさっきのホイールよりかなり隙間が狭いですね。開口部がかなりの数あって一個一個が狭いホイールです。で、このホイールをちょっと洗っていきます。洗えてますがかなり出し入れがきついですね。で、跳ね返りも増えます。インショットソフトに変えるとスムーズですね。かなりスムーズ。イージーディティールスムーズですね。だからホイールの形状によってかなり洗いやすさっていうのが変わってきます。逆にこういったホイールブラシ、こういうのを使うと入りません。奥まで洗えません。これもホイールブラシを選ぶのにホイールの形状が重要ですよっていうのはこういうこと。けど開口部が大きければかなり奥までこれはガシガシいけるのでいいんですが、あとは僕が最近よく使っているホイールブラシ、まだ動画にしていないんですが、泡仕立てモップ。こっちの方がまだ入りますが完全に奥までは入んないです。これ結構ねしっかり洗えるから好きなんだけど、やっぱホイールが隙間なかったらちょっと洗いづらいっていう感じですね。そういう場合はこういうインショットソフトだったりイージーディティールブラシを選択する必要がありますね。逆にこういった開口部の広いやつ、さっきのホイールに戻ってきたんですが、そういうのはこういう泡仕立てモップいいんですが、今こうガリガリってちょっとなんか引っかかった感じあるのでちょっと怖いな。こういう何もないところはかなり奥までガシガシ圧をかけて洗えるのですごいいいんですよ。なんか使い分けが重要ですね、本当に。これだとまだ入んないもんね。ディスクが邪魔で入りません。パッと見泡仕立てモップの方が太そうなんですが、毛が柔らかいのと芯がね細いんですよ。だから奥に入ってくれる。こういった違いもありますけど、泡仕立てモップはなんか毛にねちょっと砂が絡むと、そのまま洗ってなんかガシガシやって傷がつくみたいなことを聞いたりもしたので、そこら辺はちょっと注意が必要かもしれないですけど、この毛がね柔らかいことによって泡がすごい立ちやすい。けどイージーディティールブラシとかインショットとかだと毛に砂が絡むことがないので、そこら辺はまだ安心なのかなとは思います。あともっとね開口が広いものだともう手すっぽり入っちゃうホイールとかもあります。そういった場合はもうスポンジで奥まで手でね洗ってあげた方が汚れは落ちやすいかなと思います。けどこのホイールだと一番奥は届かないのでちょっとねそこら辺は注意が必要かな。で、あとこのスポンジですね、表面を洗うようなスポンジでなんかおすすめのものがあればぜひ教えてください。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちらですね、ホイールブラシ、この3つを使い比べてみました。この3つだけではないんですが、インショットのソフトを手に入れたので使い比べみたいのをしてみたんですが、個人的にはかなり良かったです。っていうのも通常のインショット、これが結構ゴワゴワして毛が硬いし記憶形状じゃないからかなりねこの毛がごちゃごちゃごわついちゃうんですよ。けどソフトの方はもうほんとイージーディティールブラシのビッグにほぼ似ているな。違いとしてはイージーディティールブラシこの丸いこれ何のためにあんの
よく分かってないんですが、これがインショットは上下するんだけど、イージーディティールブラシは上下せず、でこの根元針金っていうかこの中の鉄みたいのがちょっと見えるんですが、ここがねちょっと錆びてきちゃってます。で金額がイージーディティールブラシの方ビッグで5000円ぐらいしますけど、インショットの方はこのソフトとあとこのリトルセットで3900円なので、金額含めてかなりお買い得かなと思います。で動画の途中でも言ったんですが、ホイールブラシどれがおすすめかっていうところでいくと、そのホイール形状によってかなり変わってくるんですよ。隙間がどれぐらいあるか。かなり隙間がある場合だったら、個人的にはウィルソンの泡仕立てホイールブラシっていうのかな、これかなりおすすめです。これ結構ね汚れ落としてくれるし、泡立ちもいいし、かなりおすすめなんですが、やっぱ芯の太さが若干太いので、インショットソフトとかの方が結構奥まで入ってくれる。隙間がない場合はね。隙間がある場合は泡仕立てホイールブラシ、これがおすすめかな。けど毛のところにね砂が噛みやすいので、そこはねちょっと注意が必要かなといった感じです。であとは小さいブラシね、これ個人的にはイーズイディティールの方のこのちっちゃいブラシの方がおすすめっていうのも、毛が柔らかいんですよ。でインショットの方は結構ね、この通常版こっちと同じぐらいの毛の硬さがあるので、跳ね返りだったりがちょっとあるかな。毛がね短いっていうことはいいんですよ。毛が短いことによってコシがねつくっていうか、なのでしっかり洗いやすいんですが、理想としてはこっちの長さ、この長さのこの毛が短いタイプがあったらいいかなっていう感じ。っていうのも奥まで入んないんです。洗いたいのは奥なので、長さがねちょっと必要かなとは思うんですが、けど単体で3900円って考えてもかなりお買い得。ホイールにね応じて、ホイールブラシっていうのは選んでいった方がいいのかな、僕は思います。あと表面洗うの、僕はねスポンジ、今回はどこのか忘れちゃった、こう片割れあるんですが、このスポンジ、切って使っていたんですが、100均とかで食器用の洗うスポンジ、ああいうのを例えば片側硬かったら硬い部分だけを取って使ったりとか僕はしてます。スポンジの方がねやっぱ当たりがいいっていうのかな、しっかり当たってくれるので汚れを落としてくれる。どうしてもねブラシだと線なんで結構ねガシガシやんないと汚れを落としてくれない。でスポンジは面なので落とす範囲が広いっていうのかな、手数が少なくて済む。そう考えるとウィルソンの方は結構ね面で当たってくれるので汚れをね落としてくれやすいんです。そこら辺も含めていろいろホイールブラシは選んでいった方がいいのかなと思います。個人的にこのインショットソフトはイージーディティールブラシ欲しいなと思ってる方、けど高いからちょっと手が出ないっていう方にはかなりおすすめだと思います。ぜひ購入してみてください。あと面を洗うねスポンジ、僕はその食器用のスポンジ使ってるって言ったんですが、他にねおすすめがあれば教えてもらいたいなと思います。なので、コメント欄記入しておいてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。